ランニングを学んで楽に楽しく走りましょう。シンガーソングランナーのせいです。1日2日三塚です。はい、ということで三塚先生、いろいろ教えていただきました。いつもありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。みんなも分かりやすい分かりやすい。いやもうコメントめっちゃ嬉しくて、もう毎回も楽しみに見てます。みんなもね動画を楽しみにしてくれてるっていう、いやもうありがたいことですね。楽しくいきましょうというはいことなんですけども、はい、もう今回は上半身。はい。まだやったことないですよね。そうなんです。はい。足の使い方とかすっごい教えてもらって、はい。こんなちょっとしたことでってことがたくさんあったので、ちょっとね上半身についても今日は教えていただけたらと思います。そうですね。僕じゃあ今日は上半身っていうところで、上半身は僕が意識しているポイントがいくつかあって、そこのポイントについてちょっと詳しくお話ししていけたらなと思います。お願いします。やってみよう。僕が意識しているポイントを、大きく分けて2つやっていきたいと思います。基本的には上半身はリラックスしてほしいというところは大前提で、意外と難しいね、もうガチッとなっちゃいますもんね。そこだけは大前提で意識しているポイント。まず1つ目が胸椎を開くこと。胸椎ってどこかってここの辺なんですけど、この胸を開く、ちょっと春日みたいな。こう動きをするとしっかり肩甲骨の位置もいい位置に収まって腕が多分より振りやすくなります。で、呼吸もしやすくなると思います。なので胸椎を開くっていうのをいつも意識して、これはもうトレーニングっていうよりは自分で意識的にここを広げられればいいかなと思うんですけど、広げられますか？これができそう。できてますね。これはどういう意識だろうな、なんて言葉にしたらいいか分かんないんですけど、息をたくさん吸う時にここ膨らむじゃないですか。この膨らませた時に多分胸椎はで開いてるので、息はこのまま開いたまま息を普通にできれば一番いいかなと思います。で、この状態が1つ目で、2つ目なんですけど、2つ目が今胸椎を開きました。その時に他の部分で連動した動きなんかどっか動きませんでしたか？腰が反ってくる。それです。ここよく分かりやすいかな、どうだろうな。胸を開くとこうですね、腰が反っちゃうんですよ。それで腰が反っちゃうと結局その走る時にここの腰痛くなったりとか背筋にすごい負担をかけすぎちゃってまたちょっとうまく走れないので、2つ目に意識するポイントはここの胸椎を開く時に腰が反っちゃうっていうところでお腹に力を入れるとグッと戻るんですよ。戻りますね。このお腹に力を入れるっていうところを意識してほしいなと思います。でもそれも結構難しいんですよ。また走りながらできるのかっていうのも難しい。かつお腹の力の入れ方、どう入れていいかを分からないのと、あと、そしてリラックスって絶対無理なんですよ。っていうところで、まずはしっかり入れるべきところに力を入れることっていう動き作りというか補強になるんですかね、っていうのを1個やっていきたいと思います。で、一回仰向けになってもらって、いきますかね。で、この時に普通にしておくとここの背中の下が浮いちゃうんですよ。浮いてますね。完全に浮いてますね。で、それを押し込む。で、もう普通に押し込めてるじゃないですか。もうこれができてればいいんですけど、感覚としてここの背中を押し込む感覚にするとこのいい腹圧がかかるんですよね。じゃあこれ腹筋とかする時もなるだけこうするようにして、初めはねいつももっとすっごい浮いてたんだけど、どんどんもう完全にできてる状態。さすがもうできてます。なんでもう言うことはもうそんなにないんですけど、ここの背中に地面を当てる感覚のお腹の力の入れ方、これを作れると、これの状態を立った状態で作る。で、胸椎を開く。もうこの2ポイントだけです。簡単なようで意外とね。そうなんですよね。簡単なようで今簡単にもうやられてたんであれなんですけど、やっぱね胸開くと反るっていうのは未だにあるから。なのでこの状態、胸を開いた状態でお腹に力を入れて背中を潰すような感覚。お尻にも力入るね。そうなんですよ。それ結局連動してて、ここがうまく締まるとこの腰の位置がグッと入って、お尻にも力入って、でなんか体って結構連動してるんですよ。一つが悪いからどうじゃなくて、例えば上半身がすごいブレますって、それって上半身だけが悪いのかっていうと、下半身がうまく設置できて蹴る場所がぐちゃぐちゃだから上半身がブレちゃうとか、いろいろ体は連動しているので、全部がうまく走れるようにこうやって一つ一つのポイントをしっかり押さえていく。胸は開く、お腹の力はしっかり入れる。で、そうすると腰が入ってお尻も力が入る。で、この状態で脱力、これが一番難しいんですよね。脱力が本当難しい。
で今ね、私の結構できなかった私ができるようになった感覚としては、はい、ちょっと骨盤をこうグッとちょっとこう後傾結構みんな前傾しがちなんですよ、でこうやって走る方が多いんですけど、こうするとさっきも言ったように腰の負担とか背筋を使いすぎちゃうので、さっきみたいに地面に押しつぶす感覚でグッと入れてほしいです。後傾させるような感覚ですね。こう骨盤お腹にグッと力入って、お尻もグッと入ります。これちょっといつも僕結構大事にしてることなんですけど、骨盤を前傾させるんじゃなくて、前傾させるのは体っていうのをちょっと皆さん意識してほしいなと思います。みんな前傾って言ってここだけ前傾しちゃってるんですよ。でこのお尻が後ろに出てこうちょっと変な走りというか前もも使うしみたいな走りをしてる人が多くて、これちょっと言いたかったのが、ここを前傾させるんじゃなくて体ごとこう倒していくっていう前傾を皆さんにはしてほしいなと思います。なんで僕の感覚は骨盤は若干後傾させて体を前傾させてます。このさ、やっぱうまく走れる人ってさ、これもうまいんだよね。これ三塚君と私で角度一緒にやってみると分かるかもしれないんだけど、わかりますか？それとも結構できてると思いますよ。でもできるようになってきた。どんどん成長してる。これもね、なんかね、折れちゃったりとか、この感覚ね、この前に倒れて足が出ちゃうっていう感覚結構難しかったりするんだよね。できちゃう、どうしよう。そうなんですよ。どんどん今までこうなんかもう悪いですけどできない感じでできないキャラでやってきたつもりだったんですけど、ずっとずつなんか何でもできるようになってきて。まあでも逆に言うとこれができるようになったら速くなった。まあどっちか早くなったからできる。まだどっちかわからないけど。だからまだね全然無意識じゃないの、全てが。すごい意識して練習してるし、意識してジョグしてるし、あとはだから逆に意識するから走れなくなった時、やばいなった時に意識を戻せばタイムもやっぱ上がってくるみたいな感じになってきたんだけど、とにかく知ってばっかりじゃんみんなは。私もずっと知らなかったから。とにかく知ってほしいな。いやまず知りもしずに練習してるのはもったいないんですよ。本当にこの時間はただじゃないので、この時間と労力をちゃんと成果に表してほしいなと思います。とにかく寝っ転がってお腹をグッと押し付ける感覚、骨盤をちょっと若干後傾させるとお尻とお腹と、でここ胸もうまく開いて、腕もなんで脱力しやすくなると思います。いい位置に置けるので。これまだ私の課題なんだけど、とにかくやってみて、ちょっとあとは意外とじゃあその胸椎をちょっと開くっていうのを今度意識してみて、走ってみてください。胸椎、そう私やっぱり息すっごい上がりやすい。そこだよね。胸椎開くと多分肩の位置もちょっと下がるので、みんなこう巻き型の人多いじゃないですか。なんで胸椎開いて肩をいい位置に置くと腕が軽く振れます。なんでこれをダブルでやるっていうのは結構難しいことなんですけど、しっかりそれができるように、普段の意識づけと、ちょっと補強でこういうところを刺激したり、このお腹の力の入れ方、骨盤のこのクッとさせる仕方とかをどんどん身につけてほしいなと思います。本当腹筋やるときにここに溝ができるのは良くない。良くないです。ぜひグッと押さえつけると本当お尻キュッとなりますんで、やってみていただけたらと思います。今日も先生ありがとうございます。いやもうお疲れ様でした。ということで今日のトレーニングやってみて、ここに力入ったよとか、やっぱり分かんないとか、もう率直な感想が欲しいですね。ぜひいただけたらと思います。そして三塚君のチャンネルが一つは日常とフィットネスチャンネルの見つかるもあるので、ぜひポチッの方やってみよう。ポチッ。ということで皆さんまたうたらチャンネルのチャンネルで会いましょう。バイバイ。